はい。やっぱり XY 軸も一緒に描画しちゃいましょうかね。それで、はい。同じ2次元の木を先ほど描画したと同じように、ここで描画しました。で、先ほどやった、だいぶ前にやったのと結局同じ木ができるわけですけど、こういうちょっと回りくどいやり方をしたのはですね、この、ローカル座標。このローカル座標を回転させることで、2次元の場合は、回転させたローカル座標。つまり、こいつですね。はい。このローカル座標の Y 軸に沿って、この Y 軸に沿って左の枝が伸びていると。で、右の枝もこのローカル座標の Y 軸に沿って2次元の場合は伸びているということを理解してもらうために、だいぶちょっと回り道をして、こういう描画をやりました。それで、ここまで来れば3次元がもうあと一息なんですけど、先ほど、このポーラーコーディネーションのところで、3次元上の任意の点を特定するためには、2つの角度が必要だっていう話をしたと思うんですけど、1つは、こっちを α とします。で、こっちを β とすると、α っていうのは、この xz 平面から、どのくらい、この点が回転しているかということですね。で、まず、xz 平面周りで、回転させるわけです。つまり y 軸を軸として、こう回転させるわけですね。で、その線を傾けてから今度 xy 平面でごめんなさい、ベータだけこう回転させると2の点が定まるということになります。なので、2次元の場合は、このベータだけ回転させたということですね。つまり xy 平面に沿って、つまり Z 軸周りで、ベータだけ回転させたのを扱ったんですけど、3次元の場合はこの α も考慮しないといけないということになります。なので、ここからは3次元に書き換えていきたいんですけど、まずは最初の枝だけを描画するところを書いてみましょうか。まずメインに行って、最初に1個だけ書けばいいので、x ナムも y ナムも1にして、トゥリーに戻って、ブランチは後で直すので、この make child ブランチ関数を呼び出すところをコメントアウトしておきましょう。それで一旦、この2次元のやつは消しておいて、最初の枝だけこう書きたいんですけど、同じく仮想的な親の終点は原点にして、仮想的な親の枝の長さを1800にして、親のローカル座標をこのように X 軸、Y 軸、Z 軸というふうに設定しておきましょう。それで、この仮想的な親から今から子供の枝を作るんですけど、子供の枝を作るときには先ほど言ったように回転軸が XY 平面のアングルだけではなくて、XZ 平面の回転も必要です。これを仮にじゃあ45度にしておきましょうかね。で、XY は0度にして、スケールを
1にしときましょう。で、これで、親だけ描画してみたいんですけど、このブランチ関数の中で、ごめんなさい、ブランチクラスの中で、ここのセットチャイルドアクシシーズのところで回転座標を設定してたと思うんですけど、今、このブランチクラスに渡している引数が xy しか角度を渡してないので、この xz も渡したいと思います。なので xy の前に xz を渡したので、このコンストラクターのところも、xy の前に xz を渡しておいて、メンバー変数も xz を増やしておきます。これで引数は、アングル xz も渡りました。で、今度は、子供のローカル座標を計算するときに、先ほどは xy 平面だけ、xy 平面だけを回転させましたが、これが、xy 平面ですね。その前に、xz 平面でまず、この α だけ傾けたいですね。この xz 平面、この平面ですね。この平面に y 軸周りに α だけ傾けてから、今度 xy 平面で β だけ傾けるということをやりたいので、ここでこのパレントアクシス、親の座標系を x、y、z それぞれの軸を抜き出して、ベクターローテートで回転させていきたいんですけど、その時の回転する角度がアングル xz を先に回転させて、その回転させる軸が、z 軸ではなくて y 軸なので1ですね。で、これをまず回転させたいんですね。で、これを、ニューアクシシーズの中に、まず入れていきます。ニューアクシシーズ1にしときましょうか。これを xy にしときましょうかね。xy で回転させたときに作ったもの。なので、これを、この仮の配列の中に、ここで回転させた xyz の変換後の座標を、軸を格納しておきます。で、今度、xy で、回転させたいんですけど、の xy で回転させるのを、ごめんなさい、これ xy じゃなくて、こっち xz ですね。間違えました。すみません。で、今度 xy で回転させたものを新しく作りたいので、ここを xz にしますね。で、ここはセルフペアレントアクシスではなくて、ここで一回 xz 平面で回転させたものがこの配列の中に格納されているので、この回転させた後のこいつをまた xy 平面で回転させたいので、ここはニューアクシシーズ xz にしときます。で、ここでこう回転させたものをまた、xyz それぞれの軸を取り出して、ベクターローテートしていきたいわけですね。で、その時に回転させる角度が今度 xy で設定した角度で回転させたくて、でその回転させる軸は、ローカル座標、つまり親が持っている、ローカル座標ですね。このパレントアクシスの今度は z 軸で回転させます。でそれを新しく設定した、ニューアクシシーズ xy の中に格納していくと。だからこいつをこいつの中に格納していくと
いうことですね。これで XZ 平面でもこの、アングル XZ 分だけ回転させて、この XY 平面でもアングル XY 分だけ回転させたので、先ほどのこの絵で言うと、アルファ回転させたとベータ回転させた状態になってます。なので、この結果できた、このニューアクシスシーズ XY を最終的なこのチャイルドアクシスシーズに格納すると。これで子供のローカル座標系が設定されたということになります。なので、これで一回やってみると、先ほどの設定見てみると、XZ 平面で45度傾けていて、XY 平面で0度傾けているので、この青が Z ですね。で、緑が Y で、赤が X なので、もともと X 軸が300、00、Y 軸が0、300、0、Z 軸が0、0、300だったものが、XZ 平面、つまり、これが X 軸、これが Y、ごめんなさい、Z 軸を Y 軸を中心に回転させたので、Y プラスの方に右手の親指を持っていって、残りの4本の指が曲がっている方向が回転角度のプラス方向なので、Y 軸周りに回転させると、この青い軸が傾いているように、XZ 平面上でプラス45度傾いていることがわかると思います。で、その時の、今 Y 軸上に向かって枝が引かれてますけど、先ほどは2次元だったので、このセットチャイルドポイント、PTs、ポイントを設定するときに、Y 軸方向に枝を伸ばしてましたけど、今度は3次元上に書くので、この青い Z 軸方向上に、枝を伸ばしましょう。なので、これは1じゃなくて2になるわけですね。そうすると、こういうふうに Z 軸方向に、枝が伸びます。XZ 平面で、45度プラス方向に傾いたものですね。じゃあ仮に、XY にも45度傾けてみましょうか。そうすると、はい、そっか、ごめんなさい。メインの方で、これちょっとわかりにくいんですけど、XZ 画面手前方向に45度を傾けた後、フロントから見るとわかりやすいかな。はい。45度傾けた後、今度 XY、つまりトップから見るとわかりやすいんですけど、トップから見たときに45度傾いているということですね。これを3次元的に見ると、こういう感じになります。こういう感じになります。これで最初の枝が描かれるわけですね。で、最初の枝は別に、XZ も0度でいいし、
XY も0度でいいので、最初の枝は真上に伸ばしておきましょう。ごめんなさい。メインでリセットして、はい。これで最初の枝が真上に伸びた状態ですね。で、ここからトゥリークラスに戻って、最初の枝がこれで引かれたので、次に子供の枝を再帰関数によって描いていきます。で、再帰関数の中を見てみると、基本的にはほとんど同じで、ここで、アングル XY だけだったのを XZ にして、XZ が10度から45度の幅を持ってて、XY をどのくらいにしますかね。マイナス90度からプラス90度までの幅を持っててほしいわけですね、X は。なので、だいたい60度から90度ぐらいにしておきましょうか。それで、ここも XY だけじゃなくて、XZ も用意しておいて、XZ はマイナスにしなくてよくて、10度から45度傾けて、それを XY ではマイナスにして60度から90度傾けます。でこれによって、左の枝が XY 平面上で60度から90度傾いて、右の枝が、XY 平面上で、マイナス60度からマイナス90度まで傾くので、最大枝の開き角度が180度になると。マイナス90からプラス90までいくので、最大で180度枝の角度が開くということですね。で、XZ 方向の傾きは10度から45度になります。これは、左も右も同じですね。左も右も同じ。それで、ブランチインスタンスを作るときに、アングル XZ をここで加えたので、こっちにも同じく XZ を加えておきます。これだけやっとけば、あとはブランチクラスの中は先ほど書き換えたので、同じことだから、これで、いくと思います。はい。これで、3次元の枝を描くことができました。で、ここの枝のところに根元についているこの座標系ですね。例えば、この右の枝を見ると、ローカル座標系のX がこの赤いものですね。で、ローカル座標系の Y がこの緑。で、ローカル座標系の Z がここの青なんですけど、この Z 軸に向かって枝が伸びているというのがわかると思います。で、右の枝も、X、Y、Z ですね。で、このローカル座標の Z に向かって枝が伸びていると。で、それを繰り返しているわけですね。というふうに、すべての枝が、そのローカル座標を使って、回転しているということがわかるかと思います。それで今、このミニマムの角度とマックスの角度をハードコーディングしちゃってるんですけど、最後にこれも変数化しておきましょう。で、アングルの XY のミニマムかな。ミニマムそうですね。ミニマムが10度。で、アングルの XZ のマックスが45度ですね。
で、アングルの XY のミニマムとアングルの XY のマックスがそれぞれ60と90。60と90で、スケールのマックスが 0.8 で、スケールの、ごめんなさい。マックスじゃなくて、ミンですね。ミニマムと、マックスが 0.9 にすると。そうすると、ここハードコーディングしなくても、アングルの XZ のミニマムと XZ のマックスですね。で、ここは XY のミニマムと XY のマックス。で、これが、スケールのミニマムと、スケールのマックスですかね。で、これをこっちにコピペすれば、はい。あとは、ここを変えてあげると、下をわざわざ、変数いじらなくても、上を変えれば、ヘイダプリが変わるということですね。ここまでできたら、メインのところを xnum10、ynum10 にして、おっと、トゥリーの55行目。トゥリーの55行目。アングル XZ のミンがないと。ごめんなさい。これ全部セルフが抜けてますね。セルフ。ごめんなさい。セルフが抜けてるので、関数の外で使えなかったんですね。だからエラーが出てたと。ごめんなさい。これ全部セルフがつきます。これも、この3つが差し替わるということですね。さて、いくかな。おっと。なんか変なのになってるけど。何ですか、これは。そうか。エラーが出てないんですけど、何がおかしいかというと、ここですね。ライトブランチのところを、アングル XY をマイナスにしとかないとダメですね。ごめんなさい。これで、はい。これでいったかな。はい。これでローカル座標もちゃんと描かれてるし、角度もランダムなものが全部できてますよね。はい。これで、3次元のものができたと思います。はい。あとは、座標が、座標系が必要なければ、このメイン Python の中の30行目と31行目をコメントアウトして、で、もう一回読ませておきましょうか。はい。これで描けましたね。はい。
最初の2次元のキーを描くのは、再帰関数のところさえ理解してしまえばそんなに難しくなかったと思うんですけど、それを3次元に描き直すときに、回転角度が2種類必要で、それをどの軸に従って回転させなきゃいけないかっていうのを意識しないといけないので、こいつですね。この図を頭に描きながら、回転しなければいけないので、そこがちょっと、ややこしかったかなと思います。なので、ベクトル演算を、この、トリーの再帰関数、つまり、樹木曲線ですね。樹木曲線を描くときに、復習できたかなと思いますので、ベクトルを理解することと、再帰関数を使うこと、それができれば、このトリーもうまくできたかなと、理解できたんじゃないかなというふうに思います。はい。では、今日はここまでにしたいと思います。